皆さん、こんにちは。小松です。前回ひたすら作ったペコちゃんマイクラ台座用パーツたち。今回はこれを塗装。ついに完成しますよ。前回 3D プリンタで成形したパーツたちをサンドブラスターを用いて表面を荒らします。サンドブラスターを使うと積層跡も結構消えるらしいとのことなので、一石二鳥を狙っていきます。ちょっとカバーガラスが曇ってしまい見えにくいですが、一つ一つ丁寧にブラストしていきます。ブラストかけが終わったら、表面についた砂を落とすため、超音波洗浄機を用いてきれいにします。超音波洗浄を終えたので、自然乾燥。100均で買ったカゴが、丸型のザルよりも使いやすくて愛用しています。乾燥したら持ち手をつけるため、見えないところに穴を開けて竹串を通します。野うさぎさん作りすぎ。作業が多いぜ。パーティングラインはないので、先にサフを吹いて、気泡や傷などを確認していこうと思います。サフ吹き完了。この状態で乾燥させておきます。確認してみると、意外と気泡などが多くあるみたいなので、ラッカーパテで埋めていきます。パテが硬化したらヤスリかけ、耳が折れないように注意しながら表面処理を進めます。再度超音波洗浄をかけてパテカスを取り除きます。はい、野うさぎさんきれいきれい。何度かこれを繰り返し、表面処理を終えたら白塗装を行います。白塗装完了。白塗装をしたら一部まだ表面処理が不十分なものがあったので、一部再度パテ埋めして直します。さすが野うさぎさんはラテじゃないぜ。目の部分はへこみ形状にしているので、エナメルブラックを流し込んでやります。余分な墨はメラミンスポンジで除去します。作り方はナスカ級のすぐみ雑談動画で紹介しているので、よかったら見てね。塗装が剥げないかちょっと心配していましたが、軽く表面の墨を除去する程度であれば問題ないようですね。今後も継続して使用してみたいと思います。100均で1袋買っちゃったし消費しないと。野うさぎさんの耳元にある人参パーツ、このままでは何も作業ができないので、まずは穴を開けて真鍮線を通し、持ち手を作ります。持ち手を作ったら表面をヤスリかけ、マスキングが面倒なので別パーツにして出力しましたが、このベー粒みたいなパーツを22個も処理しないといけないとなると、先の地獄か後の地獄、どっちが良かったの？と疑問に思えてきますね。そうこう言っているうちに塗装準備完了。あらかじめサフを拭いておいたので、上からグリーンを拭いて葉の色を先に塗装します。これをマスキングテープで先っぽだけマスク。こういう作業の時はゴッドハンドの幅広ピンセットが塗膜を傷つけたりしにくいので使いやすいです。縁をマスキングしたら
マスキングゾルで先をマスクしておきます。これをオレンジ塗装していきます。マスキングを外せば人参塗装完了です。人参の固定は、持ち手に使った真鍮線を、そのままのうさぎさんに差し込みます。耳の根元に、ドリルで、穴開け、人参を固定します。最後に艶消し塗装を行えば、野うさぎさん塗装完了です。引き続き、次は、匠の塗装を行います。先に顔部分の黒塗装。黒で塗装をしたら、カッティングプロッターでカットした正方形のマスキングシートを貼っていきます。フュージョン360が図面出力を課金機能にしてしまったので、作成した 3D データをもとに、カッティングプロッタでマスキングシートを作れなくなっちゃったんですよね。課金したいのは山々ですが、結構高いんだよな。とはいえ、最近使用頻度も高いし悩み中。隙間部分はマスキングゾルでマスクしておきます。最近 GSR のマスクゾルが再販されたようですね。このタイプのマスキングゾル、市場に出回ったり、突然廃盤になったりと安定していないのはなぜなのか。小松は、ハンブロールのマスコールを買ったので、当面これを使う予定です。匠の足、先の爪、部分も黒いので、先ほども使った正方形マスキングシートを貼っていきます。このマスキングシートは、匠の 3D データのマス目サイズに合わせているので、基本は1枚貼るだけで OK。カッティングプロッターはなかなか便利です。黒い部分のマスキングが終わったら、全体の下地をまず白で塗ります。匠はおもちゃとかだと黄緑色一色だったりするんですが、さすがにそれだと寂しいので、ドット絵っぽくするため、何色か塗り重ねて、ゲーム中の匠っぽい色に塗装していこうと思いますよ。先ほどの正方形マスキングシート、大量に作ったので、白色を残したい部分に貼っていきます。最初は、ゲーム中の匠を参考に、マス目の数を数えながらマスキングしていたんですが、だんだんわけがわからなくなってきたので、途中から結構適当です。割とモデラーあるあるな気がする。迷彩塗装とか。残す部分のマスキングが終わったら、少し淡い緑色で塗装をしていきます。塗装が終わったら、さらに正方形マスキングシートを残す部分に貼っていく。これを繰り返します。正直、野うさぎさんレベルで匠を作らなくてよかった。この作業、地味に大変で、一体でもなかなかの作業でした。この作業を何度か繰り返し、あらかたマスキングシートを貼り終えたらマスキングを剥がします。剥がす際には、塗膜に傷をつけないよう、爪楊枝を使います。ちょっと緑が濃すぎて、少し変な色になってしまいました。ただ、この作業をもう一度繰り返す気力がないので、表面に明るめの黄緑色をクリアに混ぜて拭き、色味を調整することにします。お、割といい感じでは？バレなきゃ犯罪じゃないんですよ。最後に艶消しを吹けば匠の塗装完了です。最後の部品 TNT を塗装していきます。
まずは、帯部分の白を塗装。帯と上下の色の境界線に極細マスキングテープを貼って吹き込みがないよう処理しておきます。TNT のマークはマスキングがあまりにも大変なので、これまたカッティングプロッターでデータを元にカット。先にカス取りを行っておきます。これを各面に貼り付けていきます。3D プリンタの出力、カッティングプロッタのカット双方がかなり正確なので、ほぼぴったり決まりますね。多少隙間を設けようか悩んでいましたが、ここまでぴったりであれば文句ないです。各部分をマスキングゼルで埋めれば帯のマスキング完了。赤色を塗装します。天面のモールドもプロッタで作ったマスキングを使用。カス取りをしたら、台紙から剥がして貼り付けます。TNT の側面は線状にグラデーションがかかっていますので、先ほどの匠同様、マスキングと塗装を繰り返して再現します。短冊状のマスキングをひたすら貼っていきますよ。3ブロック開けて貼り付け、3ブロック開けて貼り付け。結構単純作業なので間違うんですよね。間が2ブロックで貼っちゃったやつとかが出てきて、やり直しにだいぶ手間がかかりました。かなり時間がかかってしまいましたが、こんな感じで1色目の赤塗装後にマスキングを施しました。2色目も同様にマスキングを施します。匠のマスキングはすべて同じマス目サイズでシートを作りましたが、今度は少し学習したので2ブロック分の幅の広いマスキングを作って2色目のマスキングを施します。同様に3色目。3色目が終わったら、マスキングテープでグラデーション部分をマスキング。TNT 表示は黒塗装。さらにマスキングをして、天面部は灰色で塗装しました。まあ、サフなんですけどね。これで全ての塗装完了です。さあ、マスキングを剥がしていきますよ。
予想以上にグラデーションがそれっぽく仕上がりました。マスキングをしてしまうと前に塗装をした色がわからないので結構不安だったりするんですよね。別ピースに吹いとけばいいじゃんと言われますが、ついつい忘れて結構いつも出たとこ勝負だったりします。TNT の文字も良い感じに仕上がりました。これはマイクラの TNT とほぼ遜色ないのでは？最後に艶消し塗装を行い TNT 完成です。さて、パーツがすべて揃ったのでいよいよ終盤。パーツを台座に接着していきます。固定はアクリルキューブなどを固定した時に使ったシリコンシーラーを使っています。はみ出しても綿棒で拭えばよし。弾性があるので衝撃に割としい。半透明で目立ちにくいと個人的にはすごく使いやすいと思うんですがどうですかね。さて、長きにわたったペコちゃん制作もこれにて全作業完了。完成写真をご覧ください。同じ日曜日繰り返すたびに感傷な感情とめどない気遣い満響も丸い地球をテクテク冬進めすり替えてしまったロマンスの加減世知辛い弱まだすれ白い錠剤を飲み込みひたすら驚かとびきりだったもうそれと右往左往前方遅い半島ごまかさないで間に溺れる君の瞳はうるさ枯れちゃった欲望に手を伸ばせ触れた神経が作る笑顔冷たい水に溺れぬから保ってきたバランスを君の脳で壊れたのは僕の方でした同じ日曜日繰り返すたびに感傷な感情とめどない気遣い満響も丸い地球をテクテク冬進めすり替えてしまったロマンスの加減世知辛い弱まだすれ白い錠剤を飲み込みひたすら驚かとびきりだったもうそれと右往左往前方遅い半島ごまかさないで間に